マツダ MX-30 ロータリー EV の発表会に来ておりますが、こちら見ての通りですね、新しい REV システムのロータリーエンジン 8C 型というんですが、こちらの実物がこちらに置いてあります。そしてこの奥に見えるのは 13B ということになります。でいろいろですね詳しい話が聞けたので、ちょっと順を追ってご紹介していきたいと思います。13B レネシスとしてマツダ RX-8 が登場してから、およそ2年ちょっとの時が流れて、そして11年間の空白を経て、この復活したロータリーエンジンが 8C ということになるんですが、見ての通りですね、ローターが奥にある 13B とこの 8C の違い分かりますでしょうか。大きさが全然違うんですね。はい、先代 13B は 654cc×2 ローターでした。でローター幅が 80mm で総正半径、要は中心線から一番ね長いところまで、半径ですね、これが 105mm というエンジンでした。それが 8C になって、これ 830cc のワンローターです。でローター幅 76mm、 幅はつまり狭いわけですね、はい、でも一方で半径は総線半径は 120mm というふうになってます。つまり言ってみれば、ショートボアというかボアが狭くなってストロークが長くなったみたいな感じで受け取ればいいのかなと思いますね。で同時に、直噴になったということですね。はい、それが一番大きな違いなんですが、もう一つ大きな違いがハウジングですね。こちらがアルミになりました。今までは最初のコスモスポーツのエンジンだけがアルミだったそうです。その後のマツダファミリアロータリークーペ、あのエンジンからはずっとアルミではなくて鉄だったんですが、これが再びアルミになったと。もちろんそれは軽量化のためですね。鉄だった時には削りやすいんでチューニングがしやすかったと、ロータリーがチューニングしやすいというのはそこだったんですけどね、アルミはなかなかやりにくいでしょうね。鉄にしちゃう人とか出るんですかねさておき、この 8C なんで 830cc という1ローター 830cc のスペックを見て分かる通り、やはりその背景にはこの 13B と 8C の間に一度登場しかけた 16X という、幻のエンジンですねのエンジンの研究があったからこそ、その新しい時代の理想のロータリーエンジンの基本設計を流用して作ったということですね。常にその延長線上に開発がね続いていたということですよね。はい、なので、開発チームロータリーエンジン設計部というのはその 16X みたいな話があったりとかした頃に一度消滅はしているんですが、 16X を出した後ね、やっぱりもうちょっとスカイアクティブいわゆるレシプロエンジンに集中するということでなくなり、そして一旦消滅するが、しかし2018年にもう一回この発電用エンジンとしてロータリーやっぱり有効だぞということで蘇ったという話でしたね。そうですね。なので結構な時間が空いてるから技術継承とかいろいろ大変だったんじゃないかなっていう話をしてみたんですけど、実はこの 8C のエンジンの開発担当されたエンジニアの方はこの 13B の設計をちょうど昔されていた人がレネシスをやっていた。レネシス2000年代に出たということは90年代後半に開発をしていたということは25年前ぐらいですか。まだいらっしゃいますね。25年前に35で本に、一線のエンジニアとして設計図を引いていた人が社内にまだいた、ご本人たちによるとギリギリだったっていう今65歳まで基本的に皆さん働いていらっしゃる方が多いんで、結構残ってるんだよということはおっしゃってましたね。でそれでまず完全新設計のエンジンを作ってきたわけですけど、なかなかうまくいかなかったみたいですね。あ、そうなんですか。はい、どんなエピソードが。例えばこのアルミのサイドハウジングにしたので、アルミだと当然熱に耐えられませんということで、ここの表面に加工を行うんですね。それが、要するにセラミック、サーミックと呼んでるんですけど、ドライヤーみたいなもので溶かしたものを照射して吹きつけるそうなんですけど、吹きつけたらその熱でここが歪んじゃって思った通りの設計の均一性が出ない。平滑にしたかったのに平滑にならない。そのためにいろいろやったりとか、燃焼圧力が高くなったのでこのアペックスシールが耐えられないとか、そんなに簡単に新しいロータリーエンジンは作れるものではなかったと。実際アペックスシールは厚さが 2mm から 2.5mm に拡大、厚くなっているということですね。でローターハウジングのメッキも変更していると。ハウジングここですよね。
再度ここは照射してますし、この内側も平滑性を高めているということですね。でさてオイルを、ここにアペックスシールのところにオイルを噴射したら直噴で燃料を吹いちゃうから、その燃料がエンジンオイルを溶かしちゃうというか一緒に、流しちゃうんですね。はい、そういう問題もそれはちゃんと解析を一生懸命行って、いい軌跡、燃料噴射の軌跡とオイルをどこにどうやって吹くかっていうのを綿密に、CAE だなんだを使っていいところを見つけ出したということで、職人技とか精神性みたいな話が出てくるね、とかく出てくるこのエンジンなんですが、この時代にロータリーがもう一回実現できたのはそういう最新技術の賜物ということもできるのかなと思いますね。やっぱこの他のメーカーがチャレンジしては失敗してきたロータリーエンジンを、唯一量産にこぎつけたメーカーがそれでも新しいロータリーエンジン作るっていうのはやっぱ簡単じゃないということですね。そうですね、この今ローターあるんでね、ここサイドシールとかもオイルをなんか回収してちゃんと戻してくる方向にね、全部落ちちゃわないでいちいち、ここに入るんですけど、そういう細かいところまで全部最新のノウハウで行われてるんですが、でもエンジニアの方に聞くとなんか特別なことをやったつもりはあんまないみたいですね。いい意味でね、やはりレシプロエンジンも常に進化しているのと同じようにロータリーも常に進化していると。そして何かこう一足飛びに何かがあったわけじゃなくて、過去からの歴史の進化の途上にいるというんですかね。エンジニアの方とお話をして分かったのは、常に頭の中でロータリーエンジンの軌跡を思い浮かべているような感じでしたね。要するにその時代時代に合わせていつも頭の中でエンジンのことを考えてるんですよと言いたげでしたから、ちょっとせっかくだからこれ持ってみてもいいのかな。持っていいそうですね。はい、軍手をつけると、はい、ちょっと先にまず 13B 持ってみませんか。そうですね、せっかくなんで。私も昔持った記憶があるんですが、記憶としては、サイドハウジングが米俵ぐらいの重さだった。大事な部品ですからね。重たい。どうですか。重たい。これはね、腰を言わすぐらいの重さがありますね。赤ちゃんではないです、全然もう。はい、ちょっと同じサイドハウジングアルミ製。本当にね、キロぐらいな感じですか。これはなんかね、赤ちゃんより大きい子供ぐらいかなイメージね、そういう感じはしますね。13B のローター、結構重いんですね。ローターはね重い大きくなってる。大きい分重いですね。はい、なるほど。やっぱアルミの採用は軽量化には大きいと。そうですね、もともとコンパクトというのが非常に大きかったと思うんですけど、コンパクトでもちろんその分軽かったんですけど、そのメリットをさらに生かすには徹底的に軽くするっていう必要があったんだと思うんですよね。それはねちゃんと現れてる。しかもこのタイミングなんでやっぱりアルミ使いたいじゃないですか。だからせっかく刷新するんだから次の時代につながるものをというか、そのスタートになるものをという感じだったのかなと今ちょっと持ってみて想像しました。先ほどこのロータリーエンジンの、エンジンオイルの交換サイクルとかちょっと聞いてみたんですけど、普通のエンジンと同じぐらいのものを実現しているそうです。1万5000キロ1年が交換サイクルぐらいな話でしたね。ちょっと正確なところは分からないですけど、普通のレシプロエンジンと同じということですね。ロータリーオイル消費が激しいっていう話よくありますけど、一面ではそうじゃないと言えないんですけど、大体ねあれは昔チューニングロータリーがみんな燃料もオイルもバンバン食ってたっていうイメージは僕はすごい強いと思うんですよね。実際に普通に使って、だって著しくオイル消費が多い、つまりオイルを燃やしてるエンジンはやっぱりもう成立しないじゃないですか。それエミッションに関わりますからね。だからそういうことはないよと。だからもう普通の感覚だよという話でしたね。あと音の話出ましたね。はい、やっぱり燃焼速度が速くなってるんで、音は良くない方向に行くんじゃないかなと想像したんです。レシプロでもね、燃焼速度速いと歌ってるエンジンって結構キンキン響くようなね多いと思うんですけど、実際それはそういう方向に行くのは確かだと言ってました。ただ音に関しては今回2ローターではなくて1ローターなんで、そもそもね音不利じゃないですか。
なので徹底的な対策を吸気排気あとは車体側の遮音含めてやってるということで、その一環で対処しているよということだったんで、これもやっぱ早くね聞いてみたい。それも定常回転だけじゃなくてちょっとね回ったところで聞いてみたいですよね。ということで、この新しい e スカイアクティブ REV システムのロータリーエンジンの詳細について、お届けしてまいりましたが、これを実際作る工場を見に行けるということで、その中でも驚きのいろいろ新しいチャレンジが、見れることでしょう。またもう一本、ビデオでお届けしたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。